こんばんは、石坂康介です。なんだか、ずっと雨が続いていますね。ジメジメした毎日ですが、皆さん、気をしっかり持って生きて参りましょう。さて、先日、僕は田舎に引っ越しをしてきまして、時代でしょうかね。最近、田舎には空き家が増えてきているらしくて、一軒家をですね、驚くほど安く借りることができるんですよ。まあ、言っても、築50年、ボロボロのこの家ですが、それもあってか、大家さんからは、好きに改装していいと言われてますので、少しずつですが、自分で住みよいようにと、リフォームしながら暮らしているんです。昭和臭い埃を吸い込んだカーペットを剥がし、床材を敷き詰めます。油まみれのキッチンの壁紙を剥ぎ取り、新しい壁紙をビシッと貼り直し、風呂場の壁は漆喰で塗り直す。少しのことで意外と見違えるように綺麗になるものです。みるみる自分の思い通りの家に生まれ変わっていくのが心地よく、このリフォームが僕の休日の楽しみになってきました。あらかたの部屋を改装し終えて、最後に残ったこの部屋、玄関から入って右手、ドアを開けるとトイレへと続く長い廊下があるんです。この廊下の右側は雨戸を閉め切った窓、左側に障子で区切られたその部屋があります。ここをですね、雑誌で見るような、なんと言いますか、おしゃれに、モダンかつ大胆に、しかし、誰も見たことないような斬新な部屋に大改装してしまおうと思い立ったんです。まず、その古臭い障子を取っ払い、飲みだらけの畳を引っ剥がして部屋を空にします。次に、廊下にですね、拳大ぐらいでしょうか、灰色の小石を敷き詰めて石畳を作ります。そうすると、家の中にいるのに、家の外にいるような、そんな雰囲気になるんですよ。続いて、部屋にですね、軽トラックで大量の土を運び込んで、土手のような斜面を作ります。そしてその土手の向こうに、大型のスクリーンを設置して、星空を映すんです。斜面にできるだけまばらになるように彼岸花を植えて、その部屋の端には大きな柳の木を植えるんです。柳の葉はだらしなく地面すれすれまで垂れてですね、風が吹くとさらさらとなびきます。そして柳と言ったら川でしょう。背後に隠したスピーカーから川の音、虫の音、そしてカエルの声だったりを流しちゃったりして、いい感じでしょう。なんだか懐かしい気分になりますね。しかし、
ここからが僕のセンスの見せどころなのです。なんと、墓石。墓石を点々と並べるのです。もうこうなったら、この間山で拾ってきたお地蔵様。これも一緒に並べてしまいましょう。廊下にセンサーを設置して近づくと、ヒュードロ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 。カラスがカーカー。そしてどこかからか女のすすり泣く声が聞こえます。火の玉が頭の上をスー。内首になった男の晒し首がこちらをぎょろり。僕の墓場部屋の完成です。それから毎回トイレに行くたびに、うわー、ギャー、こわ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 っと飽きることなく楽しんでいましたが、ある日、その部屋を少し広くしようと思いついたのがですね、そう、合わせ鏡。両側の壁全体、ドアの上にまで鏡を貼り付けると、部屋が2倍、3倍、いや、ずっと無限に空間がスーッと広がったんです。しかし、これがいけなかった。その晩のことです。夜中に目を覚ました僕は、寝ぼけながら、ふらふらとトイレに向かいました。しかし、あるけど、トイレにたどり着きません。おかしいなぁ、と、つぶやきながら部屋に戻ろうとしましたが、こちらもですね、あるけど、どこまでも石畳の道がずーっと続くだけなのです。散々歩いた挙句、諦めかけて、一息つこうと井戸の縁に腰掛けた、その時、突然、井戸の底から、ギャー、紫のライトが、ビカ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 。井戸から上がってきた髪の長い女が、じろり、ギャッ。慌てて飛びのいた僕は、脱げた下駄も拾わず、方向もわからない暗闇へと走り出しました。何か硬いものにつまずいた拍子に、斜面をゴロ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 、星空を鏡のように映すどす黒い川にドボン。バシャバシャと川を渡り、藪をかき分け、息も切れ切れ転がり込んだのは、大きなクスの木の下にあるホラー穴。それからここが、僕の寝床になりました。夜の墓場はお化けだらけ。気味が悪くて近づけません。最初のうちはですね、できるだけ日の出ている時間帯に山で山菜やキノコを取ったりして暮らしておりましたが、やはりそれだけでは物足りない。だんだん慣れてくると、墓にお参りに来る人々を脅かしては、食べ物を奪ったり、迷い込んだ子供から駄菓子を騙し取ったりして暮らしておりました。
そうするしかなかったんです。そんな、ある日、盗んだばかりのお供え物のナスを川で洗っていた時のことです。日が暮れてくると、ぬだらずらどどんじゃらどど。墓場からあの怪しげなお化け音頭が聞こえてきます。奴らの時間だ。早く穴に戻らないと。そう思い、急いで立ち上がろうとしたその時、何気なく水面を見て、おや？そこに映る自分。髪は伸び放題に伸び、髭が顔のほとんどを覆います。頬はこけ、人を脅かしすぎたせいで、目玉がギョロギョロ。巣の中のアリを捕まえるのに特化したのか、舌は細長く伸び、同じく指も細く長く枝のよう。水を蓄えるためのひょうたんを小脇に抱え、中腰のまま口をポカンと開けた自分は、なんだか、アホのようです。耳から小さな蛇が、にょろろろろろろろ。その時、僕は、この自分の運命を、悟ったのです。ぬだらずらどどんじゃらどど。お化けたちが集まり出したのか、温度が騒がしくなってきました。気がつくと僕は、音の方へ走り出していたのです。ぬだらずらどどんじゃらどど。あぜ道を火の玉がひらひらと照らします。僕はその光を頼りに斜面を滑り降り、倒木をくぐり抜け、石の階段を駆け上がりました。ぬだらずらどどんじゃらどど。青白い月明かりの下、悲しいのか、悔しいのか、はたまた嬉しいのか。目から溢れ出た涙が、暗闇に線のように尾を引きます。温度がだんだんと大きくなってきました。息を切らしながら墓場にたどり着くと、けたたましい温度の中、無数に浮かんだ提灯お化けの明かりの下に、列をなしたたくさんのお化けたちが、ヘラヘラと踊っていました。お化けの大行進です。前からぬらりひょん。その両脇に狐たち。その後ろに座敷わらし、雪女、赤なめ、海坊主。一旦木綿、からかさ小僧。そして、吸血鬼、イエティ、チュパカブラまでも。巨大な骸骨の周りを、カッパの子供が駆け回ります。温度に合わせて小豆洗いがリズムを刻みます。一つ目小僧が、こちらにウインク。天狗が酒を煽ります。六六尾の姉ちゃんが、僕の手を取りました。ぬだらずらどどんじゃらどど。ぬだらずらどど
僕もそれに混ざって、あ、僕は生きている。君も生きている。みんな生きている。と。こうして僕のお化け暮らしは幕を開けました。それからはみんなで焚き火をしたり、ホタルを見たり、博打をしたり、猿をいじめたりして、数年をそこで過ごしました。楽しい時は、背筋を通り抜ける風のように、スーッと過ぎ去ってしまうものです。就職、結婚、海外留学、入院、服役、お祓いなど、みんなそれぞれの理由で、一人、また一人と墓場を去っていきました。この世の移り変わりには、お化けですら逆らえないのです。僕たちが遊んだあの山も、今では開拓が進み、都会から少し離れた利便の良い住宅地になっています。そして、噂によると、あの墓場ももうとっくに解体され、その跡地に大きなショッピングモールが建つとか建たないとか。あなたが仕事から帰り、夕食を済ませ、テレビを消し、風呂場に入り、頭を洗おうと目を閉じたとき、なんだか後ろに嫌な気配が。もしかしたらそれは、僕かもしれません。ひひひひひひひ